こんにちは。ゼロから行政書士第36回です。前回は通権変動と対抗要件を学びました。今回は担保物件の分野に入っていきます。テーマは抵当権です。お金を借りるときの担保の仕組みです。通従性や法定地条件などがポイントになります。肩の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、抵当権とは何かです。抵当権が持つ4つの性質も合わせて学びます。二つ目は、効力の及ぶ範囲と法定地条件です。抵当権がどこまで力を及ぼすのかを見ます。三つ目は、根抵当権の仕組みです。普通の抵当権との違いを抑えます。それでは早速始めましょう。はじめに抵当権とは何かを確かめます。抵当権は担保物件の一つです。民法369条に定められています。お金を貸すとき、返済を確保したいと考えます。そこで債務者の不動産を担保に取ります。抵当権の特徴は目的物を取り上げない点です。債務者はその不動産を使い続けられます。例えば、自宅に抵当権を設定する場合です。住みながら担保に入れることができます。返済がなければ、競売で優先弁済を受けられます。次に、抵当権の設定を見ます。抵当権は設定契約によって生まれます。お金を貸す債権者と設定者が合意します。設定者は多くの場合は債務者本人です。目的物は土地や建物などの不動産です。その他、地上権や投工作権にも設定できます。設定者は債務者以外の人でも構いません。他人の債務のために担保を出す人もいます。この人をモノチャー保証人と言います。ここで抵当権の4つの性質を学びます。1つ目は、通従性です。担保される債権がなければ、抵当権も存在しません。2つ目は、随伴性です。債権が譲渡されると、抵当権も一緒に移ります。3つ目は、不可分性です。全額の弁済があるまで、目的物の全部に及びます。4つ目は、物座代位性です。目的物の代わりとなる金銭などにも及びます。この4つは担保物件に共通する性質です。4つの性質のうち、物状代位を詳しく見ます。物状代位とは、代わりのものに効力が及ぶことです。例えば、目的物が売られた場合です。その売却代金に対して権利を行使できます。賃料や火災保険金なども対象になります。ただし、大切な条件があります。お金が債務者に払い渡される前に差し押さえます。この差押えを忘れてはいけません。差押えを通ると優先権を主張できなくなります。続いて、効力の及ぶ範囲を学びます。民法370条がそのルールを定めています。抵当権は不可一体物にも効力が及びます。不可一体物とは目的物と一体になったものです。例えば、建物に取り付けた設備などです。土地で言えば、庭石や敷石なども含まれます。一方で、注意したい点があります。土地と建物は別々の不動産とされています。土地の抵当権は原則として建物には及びません。ここから法定地条件を学びます。まず、なぜ必要なのかを考えます。自分の土地に自分の建物が建っているとします。自分の土地なので利用権の契約はしません。ここで土地だけが競売にかけられたとします。すると土地と建物の所有者が別々になります。建物には土地を使う権利がありません。これでは建物を壊すしかなくなってしまいます。
そこで民法388条が地上権を認めます。これを法定地上権と言います。法定地上権の4つの要件を見ます。この4つをすべて満たす必要があります。1つ目は建物の存在です。抵当権を設定した時点で建物があることです。2つ目は所有者が同じことです。設定時に土地と建物が同一の所有者に属します。3つ目は抵当権の設定です。土地か建物の一方または双方に設定されます。4つ目は所有者が分かれることです。競売によって別々の所有者になった場合です。特に設定時を基準にする点が大切です。次に抵当権の実行を学びます。約束通りの返済がないとします。債権者は抵当権を実行できます。目的物を競売にかけて換金します。その売却代金から優先的に弁済を受けます。これを優先弁済的効力と言います。一つの不動産に複数の抵当権も付けられます。その優劣は登記の順位で決まります。先に登記した抵当権が上位になります。最後に鑑定当権を学びます。普通の抵当権は特定の債権を担保します。しかし、継続的な取引もあります。何度も貸し借りを繰り返す関係です。その都度設定するのは大変です。そこで使うのが鎮座当権です。一定の範囲の債権をまとめて担保します。担保の上限を極度額と言います。極度額の限度で優先弁済を受けられます。元本が確定するまで不従性はありません。ここで2つの抵当権を比べます。普通の抵当権は特定の債権を担保します。現抵当権は不特定多数の債権を担保します。不従性にも違いがあります。普通の抵当権には通従性があります。根抵当権は確定前は不従性がありません。根抵当権には極度額という上限があります。この違いをしっかり区別しましょう。ここで今日のクイズです。抵当権についての問題です。正しい内容はどれでしょうか？ A は債務者が目的物を使えなくなるという内容です。B は払い渡された後でも差し押さえられるという内容です。C は設定時に同一所有者なら成立し得るという内容です。少し考えてみてください。正解は C です。抵当権では債務者は目的物を使い続けられましたね。物証代位は払い渡される前の差押が必要でしたね。今日のまとめです。抵当権は目的物を使わせたまま担保にできました。返済がなければ優先的に弁済を受けられました。4つの性質は不従性随伴性、不可分性、物上代位性でした。効力は不可一体物にも及びましたね。法定地上権は4つの要件が必要でした。特に設定時を基準にする点が大切でした。鑑定当権は極度額の限度で担保する仕組みでした。ここまで抵当権を学びました。担保物件の代表を抑えられました。次回は債権の分野に進みます。テーマは債務不履行と解除です。約束が守られないとどうなるのかを学びます。損害賠償や契約の解除がポイントになります。今日の抵当権もしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。